こんにちは。こんにちは。こんにちは。珍しいメンバーが集まってて、呼び出されたね。はい呼び出されましたねね。だいぶ。今日は OMM ライトっていうイベントがございまして、でそれに僕が参加することになりました。参加前の事前動画としていろいろ僕準備してきたので、過去参加経験のある上馬店のウエンツで、その後ろ幡ヶ谷店のデジタルさん、デジさん、この2人にちょっと僕の準備をいろいろ見てもらいつつ、ちゃちゃ入れてもらいつつ、そんな動画にしてもらおうかなと思って集まっていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず OMM ライトってどんなレース、どういうイベントっていうのを、じゃあまずウエンツの方から。これはウエンツに。OMM って何の略か分かる？ OMM はね大丈夫ですか？それ使いますオリジナル、あ、すごい。未だに覚えてる。マウンテン、最後ね、もう出てこないんだよ。オリジナルもともと自転車競技じゃないから OMM ってマラソン。そう、オリジナルマウンテンマラソンっていう。覚えてました。もともとその OMM の本線っていうのがあって、その本線はバイクはない。もうランだけ。ランだけ。はいはいはい、そのハイク、スピードハイクみたいな。で、1泊2日48時間のうち山に入って、で持てる荷物は持てる荷物というか、自分で持てる荷物の中にテントと食料と非常食と着替えと全部持って走って、そう走って、ポイントを回って、点数を稼いでその合計点を競う。なるほどレース。すごくわかりやすい。ただそれが結構ハード。なんか俺とかが例えばじゃあ行きますって言って急に行けるにはちょっとハードルが高い。なるほどね。で結構な経験者が自分のなんか力試しじゃないけど、そういうのを試すために参加する大会みたいな感じだ。なんだっけな、すごいあるんだよね。忘れちゃった。なんかそういうスキルの名前があるんだけど、自己完結みたいな、全部自分でやるみたいな、そういうののスキルを競うというか。なるほどね。雨が降ってきても、あとは野営もしなきゃいけないからテント張って自分で料理してご飯食べて寝てっていうのを全部山の中で一人で、一人でっていうか2人以上で2人でやんなきゃいけない。それをもうちょいね、このペーペーたちに参加しやすくしてくれたのがOMM ライト。なるほどね。そのライトはそのランのことだから、正確に参加するのは OMM バイクなんだけど。なるほどね。それをずっと訂正したかったんだよね。そうなんです。OMM バイクの方に我々は参加するわけです。参加する白馬のOMM ライト、OMM バイクは拠点があって、でこれもそうベースがあって1泊2日でレースはね2日間やるんだけど、スタートゴールはそこってもう決まってるの。みんなでわーって一斉に会場をスタートして1日目5時間か1日目5時間走ったらそこに帰ってくるんだ。なるほど。本線はもう山の中に放り出されるから、じゃあ48時間ぐらい帰ってきてくださいよ。なんだけど、その拠点に帰ってきて拠点にテントを張っててもいいし、僕たちはそうね。今年はキャンプサイトあるの？今年はどうしたの？今年は先輩方の過去のあれを踏襲して、僕らもコテージにあれだからコテージのおいちゃんともいい信頼関係が出てきたもんな。去年同じところの話なんだよね。毎年同じところに泊まらせてもらってるから。ランとバイクがさ一緒だ。そのライトのランの人とバイクの人一緒だから、スタートも一緒にするんだよね。そう。なんか最初スタートのねカウントダウンみたいなのでちょっと一盛り上がりするみたいなのがあるから。でそれなんかランの人が出たらバイクの人とか。もう一緒にです。事故じゃん。今まではコロナまではみんなで一斉にわーって出てたんだけど、それがちょっと去年からあんまできない。そうだよね。で時間ももう一斉にスタートしましょうって感じだったんだけど、そうすると密になっちゃうから、少しずつ並んで順番でスタートしていくっていう。よく考えられて、今回も開催されるっていうね。対策。結局何するのっていう感じ
からあ確かにそう結局内容かな。まあ今の話聞くとその、まあ、ランもバイクも定められたポイントを取りに行く、そう制限時間内そにの得点を参加者みんなで競うっていうイベントだよね。そうざっくりですね。ざっくりとそうなんだけど、面白いポイントがやっぱ携帯とか GPS の機能を持ってる機器をそう使っちゃいけないっていう。なるほどね。ちょっと後で出てくるけど、まあ、大会側から配られる地図っていうのがあって、でその地図だけをもとに自分たちで地図読みしてポイントを取ってきてねっていう。はい、最速で前の日に配られるんだよね。そうです。地図は前日の受付した時にもらって、どこどこのポイントが何点ですよっていうのは当日になると分かんないんだよね。なるほど。じゃあもうその配られた時点で作戦会議が始まってるわけだ。そうです。ただそれが面白い。そうね。ポイントが自分たちが回ったルートが何ポイントなのかがその日の朝になってみないと分かんないから、そのポイント表が出たらコース変えるみたいな作戦もねあるね。なるほど。例えばスキー場の上にあるポイントがあるじゃないですか。あったね。あれは絶対にポイント高いやろって。スキー場？そうスキー場。白馬ってそのスキーリゾートだから。白馬エリアそのスキーリゾート。ちょっとイメージしてたのと違うかもしれない。そうね。でもまあなんだろう、交差点とかにもあったりしますからね。そう交差点とかに普通にあって。山から降りてきて。街中を走ることもある。だから地図の中、基本その地図の外から出ちゃいけないんだけど、その地図の中だったらどこにでも行けるから、街のポイントをこういっぱい取ってってもいいし、でもそれって多分点数が低いから見つけやすいポイントだから。なるほどね。じゃあ山の方行ってみよう。でもこのポイントは50点、マックスが50点なんだけど、50点だけど取りに行くのにこれ何時間かかるよっていう。で制限時間があるから、それと、まあ、ポイントと制限時間とポイントと自分たちの総力を加味して。なるほどな。面白そう。ちょっとテンション上がってる。なんかあれだよね、きついイメージになっちゃった人もいるかもしれないけど、楽しみ方参加者次第って感じだね。参加者次第。本当にもうストイックにさ、もう本当に上位狙いに行く人たちはやっぱもうギラギラしてるし、なんかちょっとみんなでね、チームで回ってワイワイしながらっていうのも一個の楽しみ方だと思うから。そう結構今話聞いた感じだと、まあオフロードもありオンロードもありっていう感じだ。どっちもあるし、まあ、選べる。ああ自分たちいやオンロードはいいっしょってなったら、そうなるほどな。なんとなく話には聞いてたから、どんなバイクで行こうかなって、僕もいっぱい一応持ってて、どんなバイクで行こうかなって思って、まあ、僕が選んだのは、まあ、今目の前にあるこれがクラストバイクスのエバージョンライトっていうエバージョンのライトウェイトモデル、いわゆるグラベルロードって言われる車種を選んだわけです。なるほどね。オンオフさっきも出たけどさ、入るっていうから、まあ、シャミいっぱい自転車持ってるけど、これにするって言って、まあ、俺はすごくいいチョイスだったかなと。正直正解臭いって。そうだね。本当なんか過去にウエンツがベロオレンジのニュートリノのショーケース車右ベロで参加して、まあ、食らったとかそういう話を一応聞いたからまあまあまあグラベルもいけるしオンロードもちゃんとスピード感持って走れる、まあ、いわゆるグラベルロードを選択したんだけど、これは間違ってない。正解臭い。正解臭い。楽しみになってきたぜ。まあオンオフあるって言っても多分想像しているよりオンがあるよね。そうですね。でそうなってくると、例えばちょっとマウンテンなんて名前ついてるから大会名にマウンテンバイクで来る方もいるけど、ちょっとオンロードがしんどいよね。で特にチームなんかで出てたりして一人立てマウンテンバイクとかだと他のメンバーのスピード域についててないとかもあるから、ちょっとペースが変わっちゃうから。そうなんで、まあ、ドロップハンドルで、まあ、ちょっとなんだろうな、グラベルロードバイクのニュアンスがあるバイクで、まあ、太いタイヤ入って山の中入れるっていうバイクが多分僕は2回出たけど、まあ、1個そう思ったかなっていう感じ。ただやっぱドロップハンドルで山道も入るから、ドロップハンドルで山道ちょっと入ったことないよ、怖いよっていう人はフラットバーとかにしてた方がいいかもしれない。なるほどね。なるほどね。初めてがそれだったらちょっと不安になっちゃってるから。スキー場下りますからね。そうなんだよ。絶対それちょっとビビってんだよな。絶対ドロップハンドルじゃない方がの方がいいですよってわけじゃなくて、慣れてる方だったらドロップハンドルの方がいいんじゃないかなっていう。
で僕今回ちょっとそのためにカスタムした点がございまして、あ本当にはい。まあ、タイヤタイヤタイヤ。おうこれ後々オンラインストアでもアップされると思うんですけど、うん最近入荷したウルトラダイナミコおーっていうタイヤの新モデルですね。マーズっていうパターンがちょっと変わった、うんまあ、どちらかというとマウンテン寄りなのかな。うん。そうねでもそうね結構敷き詰められてて、まあ、そうだね何回か乗りましたけど、オンロードでも結構転がってくれるいいタイヤだなと思ってるんですけど、うん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 これ結構どういいと思ういやいいと思う。あーてかエバージョンライト 2.3 とか入るの。あもう余裕そうだね、俺ちょっと自信ついてきたまあ、タイヤの教えてやんねえとなチョイスもいいんじゃない？転がり、オンロードでも転がるタイヤで、まあ林道もその雨降っちゃうとね、そうです川でね。ちょっと話が変わっちゃうけど、そういう天候か基本的にはガレッとしたジャリッとしたやつだから、うんまあ、そこまでブロック高くなくても大丈夫だと思うからね。まあ、あとはまあ油圧ブレーキなんで、うんまあ、下りもちょっと心配だけど、まあ大丈夫でしょう大丈夫でしょうできるでしょうっていう。あチョイスとしてはすごくいいと思います。はい、あありがとうございますバイクチョイスとしてはずるいね。ずるいね。こういうあどうもので言ったら楽しめる。うんおーそうですね楽しみだ。ウエンツはあれ1年目はストラグラーで行ったのストラグラーで懐かしいですね。そうだねで2結果年目はあれ2年目はニュートリノニュートリノやっぱあんだけ自転車乗るウエンツがあんなにしんどそうな顔してるの俺もうマジで最初で最後まで珍しく弱音吐くなと思ってあれきつかった本当にきつかった。そうで去年はジョーで行きましたね。ジョーアッパーでそうね自転車はもう100点に近いな100点にちょい近い近いねあざます。あれなんだよねそうなんですよ。持ち歩かなきゃいけないアイテムが決められてるんだよねそれはね事前情報で知ってます。知らないと出れません。それだあ出れない。出れないまずそれを揃えるので第一段階第一段階そうもう本当そう。そうもう本当俺なんかもう何でどこで買っていいか分かんなかったからもうウエンツに相談して一緒に東京ハンズ行きました。東京ハンズ行ったまあ、今回バイクパッキングスタイルでいこうと思ってるんですけど、まあ、その必須アイテムが入ってるのがこのサドルバッグ。サドルバッグスイフトインダストリーなるほどのサドルバッグ。一個ねキーワードとしてバイクパッキングしますって言ったけどそれがおすすめなんだよね。あーなるほどね実はあーそう例えなるほどばラックつけてハニヤーバッグで行あいいねそういうのくっていうよりかは確かにラックとかはつけずに自転車に直パッキング接スタイルで荷物を取り付けられるスタイルの方が OMM は向いてるっていう。向いてる結構さ自転車降りてさ押すカツがあるよねそうなんですよ。スキー場登るからねとかさっきさらっと言いましたけどそう登れないから。あの継承そうそうね。押す担ぐが結構あるからはあなるほそうどなラックとかついてるよりはバイクパッキングで少しでも軽くしてた方がいいんじゃないかっていう。そう入る中身これあ入ります入ります入ってます入ってます。入ってんのもう準全部備万端です。あすげえ明日にでもいけるぐらい。明日にでも行ける。明日にでもじゃあ明日から行こう。中身見ようか一応、まあ、この中にいろいろエマージェンシまあー系、そうねそうね救急バッグみたいなそんなリストがね感じのが入っ一応一通り入ってまして、ちょっとこれ靴は替えの靴韓国替えの靴をこれは今日の入れてくれてんの。通勤のやつだな一応なんかドロドロになるかなと思ってね、なるほど OMM 当日ね。そうね。でも一応サドルバッグの中はこんな感じ、であとまあライトが一応ちっちゃいポケットに入ってる。これは、これも必須携帯リストに載ってるんですけど、あじゃあ2つに分けてるんだねそうですね。三味線がまあ、使うであろうものと、まあそんな言うても使わないっしょっていうものとで分けてて、なるほどこれはドライサックの中に、カッパ防水系の、これ一応フード付きっていうのが指定されてて、そうね。フード付きでシームレスシームレスそう加工されてる。だからされてる完全防水のジャケットとあとは、まあ、同じくシームレス処理されてるパンツね。パンツ。そうかあ上下だった上下上下ああ忘れてた結構天気でさ変わるもんね変わります行ねっ。たって俺ら1回目行った時ピーカンでもうマジで汗びちゃでしたもん。そう汗一生分の汗かいたみたいな感じだったもんねすごかった。今日2年目は雨だった雨でした。 2日間そうね雨降ると寒い。そう寒い晴れてるとめちゃくちゃ暑い。体温調節できるようにちょっと見にくいけどリングテールのあーカブルのねいいねジャケットとかを持っていくつもりで、まあ、あと一応ボトルは2ボトル、ダウンチューブになる弦と普通にウォーターボトルをそうこれで
まあ唯一これいるって思ったけどね正直。まあこんなにいるっていうバイブスだねこの辺はね。いやだから分かんないけどそのいつ給水できるかは分かんない分かってないから。なるほど。これはですね皆さん安心してください。自販機が使えます。自販機使えます梅よるしか梅よるしかえます。梅よる。じゃあカラッと絞ったオレンジも入ってるから。これは空にしてバイブスでいきます。なるほど。なるほどね。でやっぱその上位目指す自販機でのドーリング買わないよみたいなスタイルだったらもういい。なるほど。あと今年はごめんちょっとちゃんと見てないから分かんないんだけど一応コンビニとかも使えるんだよね。ちょっとその去年はコロナの影響でコンビニとかお店は極力寄らないでくださいっていうルールに変わっちゃったんだけど、そうだね。本来だったらそうだね。俺だって普通にスーパーで弁当買ったもんね。俺ら普通にスーパーで昼ご飯ご飯どうするんだろうと思ったのになんかクッカー持っていこうか持っていかないか迷ってんだけど言っても何時間だ正直。5時間。そうなの。だから大丈夫。そう飲み食いなしでも飲みはあるかもしれないけど食いは全然最悪飯食わなくても大丈夫。そうでもせっかくだったらねもしそのルール確認してお店で利用できるんだったらそばとかねそういう楽しみ方も一個の楽しみ方だから。まああとはまあこれウエストバッグこれもバッグ系に入れちゃっていいのかな。でも一応非常食とか持っていこうかなと思ってて、これ非常食ダメよ持っていかないと。これリストに入ってる。しかも食べちゃダメ。2日間レース終わってちゃんと残ってないとダメ。そういうこと。本当に遭難した時用に使うやつだから。一応今回持ってきてるのは舐めてるねだいぶ。あとこれは非常食に入るかな。概念をちょっと舐めてるでしょ。あとねまあ一応これコーラね。でもコーラはいいね。カフェインと加糖エネルギーがねブドウ糖が取れるから。これお二人で分けてください。ありがとうございます。いいですか。後ほどじゃあいただきましょう。とまあ一応身につけてるバッグとバイクにパッキングしてるバッグはこんな感じ。まあ小銭とかね。まあそうですね財布もこの中に入れて出せるようにとか。小銭とあと非常食の他になんかちょっとつまめる補給食的なのは持っていた方がいい。非常食はもうないといけないんだね。そう非常食は非常食としてあってまあ食べる予定のものも持っとくとスキー場の上でバナナ食べてましたもんね。スキー場の上でレジさんじゃないや。それ去年だったもん。去年はねお客さんと一緒に行ったからウエンツはブルーラグだったら最多3回だもんね。そうです。僕は2回なんだけどそうスキー場で食べるバナナうまいから。バナナはもうじゃあ持ってった方がいい。バナナ持ってこな。服装そうどんな格好で行きますかみたいな。天気でね気温が変わっちゃうってさっきも話出たからどうなんだろうね。基本暑いと思って行った。なるほど。そう夏ですしね言うても天気良ければやっぱ暑いめちゃくちゃ暑い。まあなんで僕は今着てるこれでいこうかなと思ってるんですけど上は河川の速乾性吸水性っていうのかなかっこいいですのある T シャツこれ一応ケイデンスっていうところのねT シャツで下はハーフパンツでいこうかなって思ってます。そうだね。そうね。結果あれジャージ着てた年あった？いやないよね。基本短パン T シャツ雨降ったら雨みたいなそうだよね。まあそうだよね。乗ってると雨降っててもなんだかんだ乗ってる時は暑いから止まった時に体冷えないようにとか。なんか一応概要欄みたいなのにシューズもトレイルシューズとかそういうシューズにしてくれっていう風に書いてあったけど俺持ってないの。トレイルスポーツに適したシューズをっていうね。持ってないかも。とりあえず履き慣れたパンツでいこうかなと思ってんだけど大丈夫？まあねこれはちょっと難しいね。ビンディングがやっぱねいいかなっていう気もする。カチャッとはまる。でも歩くじゃないですか。そうなんだよな。だからこそやっぱできればね。だってさっき言ってたスキー場ゲレンデを歩くんでしょ。ビンディング無理じゃない？SPE でねタイプだったらマウンテンタイプのねなるほどね自転車シューズだったら歩けるからそれが一つの正解かなとも思うんだけどやっぱハイキングシューズとかが一番無難かな。でも初めてだしな。いける。履き慣れた靴でよっぽど天気悪くなければそうだね。履き慣れてる靴でくらい汚れてもいいようにねもう一足の靴になるんで。なんかそんなにねなんか
よしって意気込まなくてもなんか参加できる大会かなっていう気も、結構ね最初と今でねOMM バイクに対する考え方は変わってきた。もちろんですね、その必須携行品はきちんと持ってる、持ってねでルールは守って、あとはあれかな、暑いけど俺はグローブあった方がいいなと思って。あー悩んだんですよね。山とか森の中入った時になんか謎のトゲトゲした葉っぱめちゃくちゃ当たりますよね。植物みたいなのあるでしょ。それが結構ね来るのよ。それでちょっと、怪我まではいかないけど、ただちょっと嫌な気持ちになってあとはちょっと痒くなったり。そうだからそれで言うとやっぱ半袖だとそれもあるから、ちょっとそういうの気になる人はなんか薄いその必須のもののレインジャケットと別にそうね、リングテール、シャミみたいなリングテールみたいなのを持っていくとストレス少ないかもしれない。なるほど、ためになるわ。あと意外と俺サンダルでもいいかなと思います。B さんみたいなやつじゃなくて振り幅広いな。そうきちんとちゃんとしたね、かかともついてるようなるほどね、あるよねサンダル。皮入ったじゃないですか、覚えてます？皮入った。あの時もうこんな靴の中ジョリジョリになって。皮入ったな。皮入りました。なんで皮を剥いでなんかね、天気良くて雨降ってなくて皮が増水してなければオフィシャルで皮を渡っていいようが出る。もちろんダメなゾーンもある。ダメだね。ここだったらここだったら皮渡っていいですよっていう。わざわざそこに行って。そうわざわざ行きたくなるよ。そうさせるんだよ白馬は。なるほどな。だいぶ楽しみになってきた。だいぶ楽しいよ。そう白馬がそうさせるんだよ。パンツの中まで砂びっしり。そう結構な太さじゃあ。いやもう座ったね。あの時は暑かったしな。めちゃくちゃ暑かった。まあ服装もいいんじゃないですか。服装はとてもいいと思う。とてもいい。河川、晴れてたら俺はウールが好きだけどね。確かにな。通気性もいいしな。でもあとさ、これめちゃくちゃ全然関係ない話だったけど、去年はいた？アロハの人たち。アロハのいたかな。なんかすごいさ、アロハシャツ多い時あったよね。めっちゃ多かった。だって4組ぐらいいましたよ。4、5人のOMM バイクってこれ冒頭に言うべきだったね。2人から5人で参加するんですよ。1人では参加できない。基本チーム行動でチーム全員が声が届く範囲で一緒に行動するっていうのが条件というかルールなんだけど、ですよね。4人とか5人でチーム感があると楽しいんだ。お揃いのシャツを楽しそうだなと思った。お揃いのシャツでみんなで出るっていうなんかその感じが、あれ羨ましいってなってちょっとそれは来年やろうと思ったけど来年はいかなかった。まだ時間なくはないからね。揃えようと思ったらね、何かしら揃えていきたいな。だって誰がいるんだって？僕とブルーラグは一応YouTube 担当の今そこにいるサブちゃんとあと代々木公園店からセントさん、あとは上馬からそうあとは上馬店からイシュ、ミスターバイクキークね。4人1組で参加します。これはもうお揃いのシャツは着れん。この4人はもう子が強い。子が強い。ダメ？まとまりがない。わかんないけどお揃いの T シャツ着てこいねっつって俺だけ着てきそうな感じ。まあそうだ。マジです。なんだったらそのさ大会中もはぐれそうだもんね。確かにそれ失格だからね。そう。キャスそこイライラすることもイライラすることもあるかもしれないけど、とりあえずその大会期間の5時間だの何時間だのはもう一緒にこうちょっと行動しないと絆深めてくるわ。いやもうぜひそういう俺もねグッドウェンズとの距離が近くなった気がしたもんやっぱり1回目でね。夜ねゴンドラのチケットを夜ゴンドラのチケットをもらえるんですよ。ここからはあれなんですよ。おた話だけどスキー場のゴンドラのチケットもらえて夜素敵のゴンドラ乗って上行ってねコーヒー飲みながら星見てみたいなのもできるとなんかちょっと話も弾むみたいな感じがあるんでね、いろんな楽しみがあるからちょっと今ね今年とかはねなんとか開催って感じかもしれないけど来年以降もね無事開催されてそういろんな人出てもらいたいから今年出る人も全日本都市出る人もねもし参考になったら。あれでしょ走り終わった後も
もちろんそうあるです。まあ今回のこの先発動画を経て、答え合わせ的な動画を、反省動画みたいな、はいああ、まあ逆に気になるわ実際俺も、俺も実際気になるこの対が良かったよとか、うんそういう話が次の動画でできると思うんで。良くなかった場合はないの？いや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 、その辺はもう正直に。良かったとしてもあり、良くなくてもあり。もちろん。あこれぶっちゃけこっちの方がいいみたいなのもーうん全部さらけ出そうと思ってるんで。確かになんかさ、そうだね、質問みたいなのさもらって答えれたらいいよね。あ確そうですね。だからそうですね。この動画見て、今年は間に合わなかったけど来年 OMM 出てみたいなっていう確かに人とかがねコメント欄にそうですね。そう質問してもらって反省の動画ではいはいちょっとそれに触れて返せたらいいね。でも次の年めちゃめちゃいい状態で、いや、いい楽しんと思う。でもらえたらいいと思う来年は出たいな。あれ今日ランの方出たいっつってたランね出たい。ラン出たい。そうなんだよね。ランの人たち普通に同じコースをさそう。すごいっすあそっか、バイクとランが点数一緒なんだよ。そう、俺ポイントは一緒だけど点数とか違うと思ってたら、ポイントも場所も一緒だし点数も一緒だから。それってさ、ランキングの振り分けってどうなの？けどあ、それは分かれてるよ。もちろん。あでもう安心してランもねバイクもね1位取るような人たちは全部回るからうん。そー規模感がそういまいち俺らはそう地図見て、であ、こことこことここならいけそうここいけるなそうを決めるの。そうガチの人はここいけるなじゃない。どの順番で全て回ろうか。だから1日目も2日目も全部行くからそう。桁が違えわ。俺らはだいたい地図を半分に分けて、1日目はこっち行こう。そう2日目はこっち行こうとか決めてたんだけど、だからそう上位目指していってほしいけど、うんそれはもちろんもう楽しんできてほしいね。それももちろん。ぶっちゃけだって全部使わなくてもいいんだもんね。全部使わなくてもいい。 5時間ああ、そうそうだからスタートって言って極端な話よ。スタートって言って5分ぐらい戻ってきちゃったね。そう。それで終了。あ、もそうれ終了です。でもいいでもでもいい。なるほどなるほど。でオーバーしちゃうと1分ごとに点数がね何十点と取ったかえげつない点数点がされてるから。だからまあ15分前ぐらいにはゴールしてたよね。そうしてましたね。そう。そろそろいいかな。やっとね、俺らがすごい頑張ってさポイント取るわけじゃん。そうそれをさ1分でさ何十点も減点されたらめちゃくちゃ悲しい。減点だけはされないようにしようって言って、それは注意しよう。なんかその作戦会議も大体ブルーラグはね金曜日に前乗りするんだよね。します。金曜ロードショーを見ながらみんなで話すっていうのがまあ都度あると思うけど、今年の金曜ロードショーはサマーウォーズです。おマジで？作戦会議もう調べてるじゃん。もちろんもちろん。作戦会議どころめちゃくちゃ楽しみじゃん。それがめちゃくちゃ楽しみじゃん。作戦会議どころであのコテージの快適さはえぐいっす。そうね。本当に申し訳ない。これちょっとね、キャンプも魅力の一つだからそう大会としてはね。もちろんキャンプで参加される方はすごいと思う。いや楽しそうだよね。実際ね楽しそうなのキャンプも。そう外でみんなでワイワイ。そうなの。ね、限度があるけどね今年は。ブルーラグのお客さんとかもさいらっしゃっててキャンプしてるじゃない。であれだもんね。どこのテントなんですかって言われた時にそこのコテージなんですよって言った時のっていうそのっていうぐらいでねちょっとねあれだったね。なるほど。でもコテージにはねコテージの良さが良さがあるから。本当にこちゃんれは。と一日一日心身ともにリフレッシュしてフレッシュな気持ちでまあそうしたいと思ってますんで。頑張ってきてください。はい。楽しんできてありがとうございます。いやもうよろしくお願いします。はい。じゃあ反省動画楽しみにしてます。ご質問等もねはいあればコメント残してもらえれば次のそうね反省動画で活用させていただきますんで、はいぜひぜひ。はい。ちょっと長くなっちゃったけどそう以上はい OMM 事前準備の動画でした。はい。ありがとうございます。ありがとうございますお疲れ様でした。